はい、YouTube オーノマン TV のオーノマンです。先週私は人生初めて泌尿器科病院に行ってきました。ちなみに理由は性病ではありません。私が以前こちらの動画でお話ししたように、今から5ヶ月前の今年の2月に50代前半の私はなんと札幌の街中でおしっこを漏らしてしまいました。なぜこの事故発生から5ヶ月も経過した今この動画を作ったのかというと、動画のネタがなかったからです。ただ驚いたことに、こちらの動画に寄せられたコメントの全てが私の体調を気遣ってくれるものばかりでした。茶化す内容は一つもありませんでした。だから私は皆さんの心配に応えるよう泌尿器科病院に行って、私の下半身の古くなったインフラの状況を見てもらうことにしました。もしかしたらこの尿漏れの原因が男性特有の前立腺の肥大と関係しているかもしれないからです。私はこれまで皆さんと違って性病にかかったことがありません。だからかかりつけの泌尿器科病院も当然ありません。とりあえずネットで私が住んでいる区内の泌尿器科病院を調べました。その中からいくつか Google マップで口コミを見てみましたが、どこの病院も2点だ。これがもし飲食店なら絶対に行かないレベルです。悩んだ私は家から比較的近い病院を一つ選び、診察時間を確認するため私はその病院のホームページを調べました。ついでに前立腺の検査方法を調べてみると、エコーやレントゲンや直腸診などがありました。ちなみにこの直腸診とは、先生が男性患者のケツの穴に指を入れて指先で前立腺の状況を確認するやり方です。癖になったらどうしよう。私は病院に入ると想像通り待合室にいる患者のほとんどは中高年の男性ばかりでした。でも女性の患者も意外に来てました。診察では先生に今年2月に尿漏れを起こしたことや、その他水道の締まりが悪いことなどを伝えました。ご覧のように診察前に行った尿検査では異常はありませんでした。そしてこの後人生初めてエコー検査を受けました。なんと男の子でした。エコー検査で見た私の前立腺は若干肥大しているそうでした。一応前立腺がんを調べるため採血もされました。採血の結果が来週わかるので、もう一度病院に行かなければなりません。病院からは先週前立腺肥大を抑える薬を2週間分もらいました。そして診察の最後に私を見てくれた同年代の男性の先生は、いやー、私もおしっこのキレが悪くなってね、最後玉をこうクイックイッとやってるんですよ、はははははと言ってました。私としては来週の血液検査で異常がなければ、とりあえず泌尿器科病院に通うのは経過観察という意味で私はやめようと思ってます。もし先生がもう2週間分薬出しますねと言い出したら断ります。こう言っちゃなんですけども、行き過ぎた東洋医学の治療はかえって体を壊すと思っている人間だからです。来週判明する前立腺がんの結果も動画で報告したいと思います。また先月区が主催する健康診断も受けました。その結果も届き次第報告したいと思います。本日の動画は以上です。もしこんな前立腺が若干肥大している中年男性に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。